両選手からチャンピオンベルトを奪取することができるかどうかでありますが、おっとこういう形の奪取はどうも感心いたしません。とにかく大臣選手というのはチャンピオンベルトに対する執念がね強いということを聞いてますけども、ねえベルトイズマネーなんですね、アメリカの場合は。だからもうベルトに関して執念からそれを取ることによってですね、プロですからね当然なんですけども、もうベルトを持てば自分はチャンピオンであるということでね、もうだから日本人ではちょっと考えられないんですよね。この執念は大変なもんです。そのままお金に結びつくってことはありますけども、どんなことをしてもこのベルトだけはアメリカに持って帰りたいと言っておりました。なんという浅ましいことという感じもしますけども、ダンさんこういう形でね、チャンピオンベルト持ってってもしょうがないですよね。本当にしょうがないとも認められないと思うんですけどもね。リングでやっぱり戦ってね。しかしアメリカに行ってね、堂々と勝ってきたんだといえばそういった気持ちもあるのかもわかりません。しかしまた松岡貴子さん、なんか嫌な予感がしますですね。なんかこっちの方に来るんじゃないでしょうかね。今日は今気がついたんですが、シェリーの方ね、胸元よく見てください、塩野さん。ハートのね、こう入れ墨みたいなプリントしてますよ、今日は。本当にね。始まったようであります。そういうことになりました。タッグマッチですけども、今4人の選手がリングの上であります。そして早くも一方は場外に落ちた場外ラント、そして大森ゆかりも今シェリーマーテルを場外に落ちた入り乱れた場外ラントになりました。そういうこともありません。今日は何か荒れくぐっております。大会館であります。超満員のお客様、逃げ場がありませんですね、今日は。それが横にずっと来ますしね、やはり関心高いですよね。これやっぱりスポーツマンでスポーツウーメンにのっとってスポーツウーメンシップですか、こうなるとやっぱり最初ぐらいは綺麗にしないと3本勝負なんですけどもね、果たしてどういった形で決着がつくんでしょうか。お客様十分注意してもらいたいですね。今日は通路までいっぱいでね、選手が登場するのにも相当時間がかかりました。この2人が相手ではね、もう普通のレスリングの試合は望めそうもないですからね。初めからちょっと異常ですもんね。異常な精神状態でリングの上に登場しております。シェリー・マーテルとジュディ・マーティンであります。NWA の最強コンビと言われております。何かお客さんに対してヤジを返してますね。この辺は余裕があるのか、カッカしついているのか、その辺が分かりません。さあジュディ・マーティンようやく入ってまいりました。ミミ・ハニバルとやるか。両チームをさばいておりますのは審判部長の松永俊邦であります。ファイトを命じております松永俊邦。どうしたんでしょう。これは単なるヨーロ作戦なんですよね。だからああいう場合にはレフェリーカウント数えてもいいんですよね。いや確かにですね、何か松岡貴子さんがさっき指摘してましたけども、このジュディ・マーティンという人は何か入れ墨風のものがありますですね。胸元にね、ちょうどなんでしょうね、谷間のあたりにね。初めて気がつきましたね。今放送席の前でかかっております。何か見えますですね。プリントが流行ってますから、もしかすると写し絵みたいなものをおしゃれの一つとしてね、そうかもわかりませんですね。見えそうで見えないところに。ただしヨーロッパの選手、メキシコの選手、アメリカの選手と日本のリングに次々に登場してますけどもね、例えばヨーロッパの選手なんか相当女性でも入れ墨をしてますですよ。そうですか。しかし何か相手のペースにはまっちゃったと、そういった感じもしますね。今のところそうですね。特にアメリカの選手はですね、女子の場合でもこういうタッグ戦になるとうまいんですよね。うまいというかずるいというか悪いと言いますか、ともかくうまいわけですよね。だからよっぽど王者チーム気をつけないと苦しいですね。そうですね。単に喉元を締め付けておりますシェリー・マーテルであります。シェリー・マーテルは初めて日本にやってまいりました。この新春チャンピオンシリーズから日本の選手と対戦しております。アメリカではモデルをやっておりまして、いろんなミスコンテストにも登場いたしましてチャンピオンになっております。スタイルの良さ、顔の美しさで売っているそうでありますが、どうもハートの方はあまり美しくないようでありまして、ご覧のように秘密専門であります。もうラフ一本ですね。大事からずっと見てますけど、技らしい技ってのはないんですよね。もうとにかくラフ一本なんですよね。やはり
テクニックの上で数段勝っているのはこのジュディ・マーティンの方でしょうね。そうですね、まあリーダー格でしょうけれども、はい、やはりマーテルもね、侮れないんですよね、そのダフってのはね。さあ、ようやく萩原選手がコーナーに乗ってまいりましたが、何か今一つですね、大森ゆかり選手が今度は捕まってしまいました。さあ、萩原選手、4人の選手がリング上に入っておりまして、今日は審判部長の松永俊樹に大変であります。なかなかこの4人の選手をうまく分けるのは大変のようであります。もう言うことを聞きませんですが、ちょっと待ってください。なんとデビルマサミがダンさん入ってきてますね。いや、この前試合をやってましたんでね、大丈夫だと思ったんですけども、すぐに取って返したようでありまして、当然外人のコーナーについているようであります。こうなりますとベンチに注意になりました。また大変ですね。デビルマサミはしょうがないね、あれ。デビルマサミはしょうがないですね。はいはい。いや、ダンさんも十分気をつけてくださいよ。はい。なんかね、こうなるとですね、4月4日の今年の初防衛戦の時の悪夢を思い出すんですよね。本当にそうですね。あの時はもう耳がかろうじて1本目取られて失神した後ですね、大森が孤軍奮闘してですね、あの時のその悔しさってのはデビルもそれからワイルドカツも忘れてないんですよね。だからね、それは今日はちょっと一番要注意だと思うんですよね。なるほど。後楽園ホールでしたよね。開幕戦だったんですよね。開幕戦です。新チャンピオンシリーズのね。大森、あの時はしかし大森がね、男を挙げたというのは変ですけども、女を挙げますね。ありましたね。さあ、その大森、依然としてですね、今日もいいところを見せております。さあ、抱え上げました。横に落としました。そして上から体重を乗せました。カウントは1でありますが、大森ゆかり選手、どうやら自分のペースに乗ってきたようであります。ここで今度は萩原選手が登場しております。抱え上げました。さあ、ロープに振りました。どうするでしょうか。ジャンピングニーパットであります。ジャンピングニーパットからホームの体勢でありますが、カウント1であります。いやーっと、また場外に落としました。耳の方からどうやら場外にそろったようでありますが、場外は良くないんですよね。ご覧の通りが捕まえております。ブラッドコンダ、セコンドと喧嘩してますね。そうなんですよ。もう相手が誰だか分からない。はいはい、あまり場外に落ち、来た、噛んで、実況中継どころではありません。もうちょっとね、カメラマンも大変。なんかシェアしてるかわからない。大丈夫ですよ。大丈夫です。ちょっと後ろで。誰も上がってませんか。今カウントが続いております。外人選手、シェリーが上がってますよ。上がってるんですけどもね、外人コンビ上がってるんですけども、やっと今上がってまいりました。終わりましたね。塩田さん大丈夫ですか。今ね、もう手を叩かれちゃった。もう本当にどうしようもないです。はい。いや危ないなこれ。実況中継なんかできませんですね。今ね、ちょっと耳がですね、行こうとしたんですが、シェリーのカウンターパンチが顔面に入りましたね。そうですか。いや今リングのね方に気を取られてる間にデビルマサミが木刀でもって塩野さんの手のところとマイクのところなんとかなりませんかこれ。本当に話せばわかるんです。はい。いや、話してもこれダンさんが出て行ってください。その割に一番最初に出て行ってくださいよ。本当もだせんもね、デビルマサミに注意してくださいよ。ダンさん、大きい声でお願いします。もう私たちはどうしようもありません。塩野ささあ、んね、場外ラントは良くないんですよね。後ろにお客さん初めての方がいらっしゃって、そう言ってもうびっくりなさってね、すごいなってさおっきから客様だって怒りますよね。もう切り替えてらっしゃいますよ。リング上では萩原選手、ちょっとピンチですね。さあ、
ディ・マーティンが行っております。ディ・マーティンに捕まっています。3WA の各選手権試合であります。チャンピオンってまた出てくれました。北京を松永としての審判部長に中に入って厳しく注意してもらいたいものであります。徹底的な反則攻撃、関係のない選手がしばしばリングに登場しておりまして、大阪府立体育会館もお客様も呆然としております。ナンシーも出てきてね、怒ってるんですけども、ちょっと集中がつきませんですね。大森もコーナー見た方がいいですよ。そうですか。逆に利辱行為みたいな形で、耳が苦しいですね。なるほどね。これはちょっと耳危ないんですね。危ないです、危ないです。一人だけ捕まって。先ほどからね、コーナーで徹底的にやられてますんでね。髪の毛を引っ張っている。後ろから髪の毛を引っ張っている。大森がね、出ていって助けようとするんですけども、佐藤さんが指摘している通り、かえってこれが逆効果ですね。そうなんですね。はい。もっとありません。地面上には物が投げられております。大阪のお客様、興奮しております。これ以上こういった試合が続きますとね、これはお客様も黙っていないでしょう。そうなんですよね。はい。なんと言いましてもプロレスの殿堂であります大阪府立体育会館。今日は超満員、立水のよくもありません。国だけでは世界選手権でありますが、何か試合はですね、もう本当に反則また反則であります。挑戦者コーンがめちゃくちゃですね。大森ゆかり選手が何か若いだけに挑発に乗ってますですね。この間に萩原選手は特徴的な反則攻撃にやっております。ロープに首を挟まれても失神寸前だ、失神寸前だ。状況がありません。このテクノロジーが悪くマスクロユーを大丈夫かしら。さあデビルがやってますね。もう萩原選手は失神ですよね。半身心ですね、今のところ。意識がほとんど朦朧としております。デビルの選手が徹底的に独走を持っております。審判部長思い切って取り上げたらどうなんですかね。ここでね、セコンドが手出したってことでね、反則を想定していると思うんですよね。反則にとっていいですよね。独走をデビルの選手が持ってる間はもうダメですしね。あれで私もさっき手を叩かれましたんでね、ちょっと一言ではありません。もうしびれちゃってね、放送できませんですね。大森もいやこれでやられる一言はありません。審判部長も反則を取っていいんじゃないでしょうか。そうです、早く取った方がいいと思うんですよね。反則はひどすぎますね。これはね、審判部長の権限で反則を取るんですけど、また2人でやっております。2人攻撃であります。完全にフォールでしょう。萩原選手、怒りの空中発砲であります。まだやりました。そして大森ゆかり選手、今トップロープに上がった。さあどうするでしょうか。2人のコンビネーションどうなりますか。ここで思い切って9スラムタッチで手を置いてどうか体勢がもう一回耳がいった。これは効きますよ。さあ耳がいった。松永審判部長、まだカウントを取っておりません。そしてどうするか。ハイルドライバーになるか。どうでしょうか。なんとか今避けようといたしましたがカウントは最後はハイルドライバーであります。当然単独に1本を取りましたチャンピオンチーム。あります。しかしチャンピオンチームはですね、
絶対その劣勢というんでしょうか、どうしようもないところからよく一本を耳が取りましたですよね。よくやりましたね、はい、その辺が前の初防衛戦の教訓だと思うんですよね。なるほど、やはりあの辺でこう根性っていうんですか、ガッツ、精神力がですね、はい、増した感じがしますね。しかしどうでしょう、ジュディ・マーティンが当然リングの上に上がってなくちゃいけないんですけれども、どうも上がれませんか。やはりね、半分はカムフラージュだと思うんですけどもね、でも本当相当に効いてますよ。空中にいる時間が長かったですからね、その間にずっと血が下がってきてましてね、見てましたけどもですね、受けられないで何か首がぐにゃっていう感じになりましたもんね。はい。さあ、なかなか入れません。ハイレドライバーでちょっとね、首のあたりを痛めております。なかなか中に入ることができません。タッグマッチ、これはもう1本目、決着かついた時と同じね、センチじゃなくては試合を2本目始めることができません。さあ、耳、またパンチ攻撃が出ました。強烈な右のストレートであります。さあ、そして今、ようやくシェリー・マートルが出てまいりました。さあ、シェリー・マートルであります。コーナーで決定的な攻撃、顔面に深いております。大森ゆかり選手の今日ちょっと強いすぎじゃないですか。そうですね、あそこでもうちょっと効率よく動ければいいんですけどもね、やはりちょっとこれ若いですからね、難しいですね。後楽園ではいいところを見せたんですけどもね、頑張りましたね、あの時は。今日は何か一つ冷静さを欠いておりまして、これが逆にね、コンビネーションにひびを入れております。例によってコーナーに持ってこられました、大臣のコーナーであります。隠してますよ、シュエルさん。そうですか。何が？おばさん。リディ・マーティン、おばさんと言ってますけども、リディ・マーティンこうなったおばさんですけど。はい、そうですか。今ちょうどコーナーのところでね、普通にこうしてました、リングの頭をぶった後に。決定的な取り組みなんですけども、これももちろん耳の足がロープにかかってますんでね、反則攻撃であります。もう当然ローププレートのケースであります。とにかくまともにリングの中で戦えないという感じですね、場外でね、セットの力を感じないという感じであります。さあ、またデビルなこの選手がご覧のようにボルトに構えております。耳がやられました。カウンターですね、カウンターで首筋に入ってますね。はい。どうしようもないですよね。ご覧ください。今日はもう大阪の満員であります。お客様、逃げ場がありません。この逃げ場のないところで場外弾と、しかも長期攻撃であります。ダンさんのところであります。ダンさん大丈夫ですか？マイク持って逃げてますよ。逃げてくださいよ。はい。これ向こうのコーナーでね、今ね、デビルがね、マーテルとね、同士打ち合ったんですよね。今、鉄柱に行きましたね。鉄柱攻撃。リング起こっております。大変ですね。めちゃくちゃですね。日本に対してね、危ない。どうしてこんなにね、中野選手が決勝会でやらなくちゃいけないんでしょうか。私、全く理解できません。場外乱闘、これはダメでしょう。ねえ。はい。今、カウントが入ってますが、審判部長、カウント、今度はノー点。いや今期待を切ってますでしょ。完全にどうですか。シェリはね、鉄柱でね、倒れましたね。シェリーマートルは鉄柱攻撃で完全に期待を切りました。金属を流しております。大森ゆかり選手がやられている。エルヌマタミ選手がリングの上に登場いたしました。審判部長、どうなんでしょうか。審判部長に対しまして極東攻撃であります。いや、これじゃもうこれじゃもう試合ができません。これじゃ試合ができません。レフェリーどういう人をするかなんですよね。この辺に制裁レフェリーね、ついてると思うんですけど、ちょっとですね、つきませんでしょう。ダンさん、これ大変です
うダンシンヤさんは突っ立ったままであります。マイクを持って突っ立ったまま呆然としております。言葉もありません。言葉もありません。何とお伝えしているか分かりません。めちゃくちゃもう松永審判部長がですね、ヘルが完全に伸びてますので、リングの中央で伸びてますので、レフリーもレフリーが伸びちゃったらどうしようもないんですよね。ちょっとこれはなんかね、あーっと危ない。そうもうこれしかありません。今ですね、松永審判部長がゴングを命じました。これやっぱりゴングでしょうね。もうこれじゃあ試合できません。レフリーも血だらけですよ。4分50秒、レフリーストップ、レフリーストップ。挑戦者チーム反則負けでございます。レフリーストップ。相沢健一リングアナウンサーから挑戦者チームの反則負けが選せられております。レフリーストップ、反則負け、これは当然であります。さあ、リミとそして大森の手が上がりました。これは当然であります。これは当然であります。2対0。いやー、しかし今日はもう放送席ね、実況放送といいますか、お伝えしようがありませんでした。松岡吉子さん。ねいや、こんな怖いの初めて見ました。はい。ダンさん。今日はしかしすごい。まだ荒れてますね。やはりね、シェリー・マーテルが額を切っちゃったんで、血を見ていよいよ怒りされましたね。もう興奮してますね。審判のおでこに血が出てますよ、塩野さん。大丈夫でしょうか。ようやく騒ぎがやや静まったようでありまして、今リング上に上田コミッショナー登場いたしました。これから認定書の授与であります。認定書、海萩原との大森プライドのあなたは全日本女子プロレス協会主催の 3WA 選手権試合においてチャンピオンになりましたので、ここにこれを認定します。51年1月26日、全日本女子プロレス協会コミッショナー上田慎です。まだ騒然としております大阪府立体育会館。今赤コーナーブラックデビルズ全日本チャンピオン160パウンドデビル正臣。最初にもご紹介いたしましたように、これからフジテレビ界争奪 3WA の挑戦者決定トーナメントの一つであります。今日はかっこいいデビル正美選手、そしてシェリー・マーテルであります。リングに登場してまいりますと、思わず今日のゲストのダンシンヤさんがかっこいいと、デビル正美選手をね褒めてましたですけども、本当にリング上の貴婦人というような感じもしますですよね。今日唖然としました。ちょっと見とれちゃいましたよ。口開けたまんまね、見とれてるの。あれあれ、いや本当はねダンさん好きなタイプらしいんですよね。デビル正美選手が。デビルさんがダンさんとこばっかり来るの。はいはい、それもあるんですよ。なんだそれじゃあ言ってこい、話が行き違ってじゃん。でも今日素敵だね。ねえ、今日のやっぱりユニフォームは。松岡さん、紫っていうのはやはり去年から今年にかけての流行なんですか。そうですね。ああ、そうですか。紫をね、はい。着こなして似合う方って珍しいですよね。なるほど。今日は服飾評論家の松岡吉子さん、デビル正美選手のね衣装はいかがでございましたか。素敵だと思います。そうですか。全部紫でリングシューズも統一してウエスタンっぽいでしょ。なるほどね。はいはいはい。去年から今年にかけてウエスタンの格好が流行ってましたからね。ああ、そうですか。しかしね、こういった対戦もフジテレビ杯争奪のねトーナメント戦でなければなかなか実現しないというか珍しいカードであります。ですから今日は面白いですね、佐藤さんね。そうですね。全く組み合わせのいたずらとしか言いようないですよね。本当ですよね。普通はなかなか対戦する相手ではありません。共にブラック軍団であります。さあレベルもあれですよね。これまともにやっても実力があるんですからね。ありますあります。いいもんに入ればいいのに。はい。今日はやられてますですね。いつも自分がやることですからね。さあ今日は反撃に転じました。今日はデビルを応援してるな。そうですか。はい。さあ今のダンさんの温かいね言葉が果たしてリング上のデビルに通じているかどうかであります。
さんファンだそうですからね。はい。しかしデビル正美選手はですね、ダン・チンエさんを睨む時の目つきというのは決して好意を持った目つきじゃありませんですからね。そうですかね。私は絶対好意としか感じられませんがね。いや今日は僕と思ってきませんでしたね。これはですね、佐賀の試合で正式にコミッショナー通達が出ましてですね、禁止と、もし持って登場したらもう試合をさせないと、こういうことになりまして、松永審判部長から厳しく通達されたようであります。で佐賀の試合の時はね、放送席の後ろの方に私が責任を持って隠し持ってたんですよ。隠してたんですよ。はい。塩野さんこの間木刀で高そう田選手もうあれがありましたんで、私もコミッショナーにね泣きついたと言いますか、お願いいたしまして、ファンの皆さんにも危ないですもんね。そうですね。本物ですもんね。しかもフジテレビはね、プロレスの方にももうたくさん抗議の電話をね、頂戴いたしまして、これはいかんということでコミッショナーは異例の通達をしたわけであります。はい。さあ今日は1対1戦ってもらいたいんですけども、果たしてブラック軍団の若い選手はどういう風な動きを見せるんでしょうか。当然ジュディ・マーティンはシェリー・マーテルを応援するでしょうけどもね。もちろんそうですね。はい、むしろコーチ役っていった面がありますからね。はい。お、やってますね。いつもね助けてもらってるんですけども、ジュディ・マーティンどうでしょうか。敵意をむき出してあります。ブラックというのはもう割り切ってるんですね。そうですね。はい。今度はシェリー・マーテルであります。いやー、早くも松岡貴子さんはもうマイクを持って立ち上がってしまいましたけども。音声さんにマイクだけは話させてください。ああ、そうですか。いやー、ねえ、どうしたんでしょうか。さあ。今放送席の前を通っていきましたシェリー・マーテルというのもなかなか気が強い女ですね。これそうですね。やはりまともにいっちゃ勝てないっていうこと分かってますからね。なるほどなるほど。デビルのも強いもんね。はい。実力的にはデビルの方が上ですからね。ああ、そうですか。だからチャンスがあるとすればもうこういう乱戦に持ち込んでですね、はい、カウンター等を狙うという手が一番いい。なるほどね。おーっと本部席の前であります。もんどり打ってね、今度は本部席。いやー、逆襲であります。場外戦逆襲であります。後ろからジュディ・マーティンがいった。今度はデビルと喧嘩であります。やーっとキックやってますね。さあ松永審判部長、今日は大変です。今デビル正美選手が上がりました。そしてシェリー・マーテルもエプロンに上がってまいりました。なかなか簡単には入れてもらえません。デビル正美選手が一瞬早く入っております。ジュディ・マーティンがどうやら1人ついているようでありました。あとの日本の若手のブラック軍団は、様子を見ているようであります。心情的には当然日本人のデビル正美の方についているでしょう。分けておりますのは松永審判部長であります。20分日本勝負。マーティンとしてはですね、はい、アメリカから派遣されてきてですね、自分が耳に佐賀の大会ですか、負けましたからね、残るはもうマーテルしかいないわけですよ。なるほどね。何とも勝たしたいという気持ちはあると思うんですよね。NWA から絶対にタイトルをね奪ってアメリカに帰ってこういった命令を受けて日本にやってまいりましたシェリー・マーテル、そしてジュディ・マーティンであります。さあストンピング、決定的なストンピングであります。動きが止まってしまいました。対角線攻撃だ。向こう側のマットまともであります。十分に距離を取っております。今度はどうするか。また2人攻撃になりました。ジュディ・マーティンどう利用いたしました。これはどういった状態になるんでしょうね。ちょっとやはり首が挟まるんですね。ロープと。盛んに首を攻めてますね。喉攻撃であります。さあもう一回ロープに振って、今度はどうするかでやっております。さあカウンターが入るか。カウンターが1つ入りました。首を挟みました。ヘッドシターズであります。さっと反撃に移りましたが、噛みついてるんでしょうか。何かデビルが悲鳴を上げました。どうしたんでしょう。ちょっと放送席からは見えませんでした。どうやら足を噛みついたようですね。足噛みついてたのね。そうでしょ。今度はチョーク攻撃。チョークですね。これは完全にチョーク攻撃であります。
シェリー・マーテルという選手は確か松岡さんね、後楽園でね、初めて私たち見たんですけども、あの頃に比べますとちょっと体ができたというか、何かしっかりした感じがありませんか？あの時ギスギスちょっと痩せすぎでね、見てて怖かったですけどね。もちろん技なんかお上手なんだけども、とても骨張ってるから。そうでしたよね。モデル出身というのは納得したんですけども、レスラーとしてどうかなという気持ちもね、私正直したんですけども、太ってほしいなと思ってたんですけど、やっぱり太りましたね。だいぶ佐藤さん、日本に来て日本全国を縦断しながらね、毎日試合をやってますんで、自然にですね、やはり体ができてくるってことは言えるんでしょうか？言えますね。やはり試合するってことがもうトレーニングにもなりますしね。そうでしょうね。キャリアの浅いマーテルにはとって非常にいい、修行の時間があったように思いますね。そういうことはシェリー・マーテルもですね、松永社長やあるいは仲間たちにも言ってるようですね。日本が毎日こんなに試合をするとは思わなかったと言っておりました。さあもう後ろの方のお客様、悲鳴を上げて逃げ惑っております。またね、とうとう椅子を持ちました。デビルの選手に攻撃性があります。決定的に今日は反則攻撃を受けておりましたデビル。まともに行こうという気持ちもあったんでしょうが、最後はとうとうデビル椅子を持ちました。やはりこういった場外戦になると思い切った攻撃はデビル正美であります。引きましたですね。そうあらそうですか。いやー、立ち上がって松岡さんはね、一生懸命見ておりました。完全にデビルのペースになりました。さあどうフィニッシュに持ってまいりますか。ボディスラムであります。強烈なボディスラムであります。そしてどう持っていくか。人間風車の体勢にどうやら入ったようであります。人間風車、これはお尻から落ちました。完全にもう息が止まっているような感じであります。しかしなかなかどっこいね。よく返しましたね。本当ですね。今決まったと思いましたですがね、上がれませんか。今度はブレッバスター、これはどうやらとどめをさせるでしょう。さあもう一回ブレンバスターに行きます。豪快なブレンバスター、滞空時間も長かった。長々と伸びている。これはもうほとんどダメであります。ジュディ・マーティンも上がれません。完全にやってありました。男子皆さん思わず拍手喝采であります。さすがデビル・マーティン選手。 Who tuned in last week as we promised. Here is the outcome of the Sherri Martel Candy Divine AWA Women's World Championship. And it is Sherri Martel being handcuffed by the hair into the ring. Candy Divine ripping the champion as she pulls Martel by the nearest handle, her hair right back into the battle on Wild West Wrestling's mat. Martel flying here. Candy Divine, the former champion, trying to win it back. 1, 2, but not enough for 3. As Candy goes flying. Candy Divine and Martel battling for the AWA Women's World Championship. Martel owns it. Candy had it. She wants it back. Young lady from Nashville, Tennessee on her back and then holding beautifully on that extended arm lock. And Martel is still in trouble. A chop in the eyes, and Martel does not get the hold broken. Candy Divine slamming, pounding, trying to tear that arm out of its socket as she works on the champion. Trying to force her to submit right now and pick up that championship. But Martel has shown that she's tough and gritty with a good set of bicuspid. She just bit into the leg of Candy Divine. A roll-up very quickly. 1, 2, no, not 3, and Martel did not defend her championship right there, and here comes Candy right back. You're going west, go Wild West. Wild West Wrestling. Coming to you from Billy Bob's, Texas, on the north side, the famous stockyard section of Fort Worth. Billy Bob's. One of the most colorful, exciting entertainment areas in the country. Martel now coming back as she slams Candy into that mat. It's a dive into her head, and Candy Divine suddenly loses the momentum. Martel picks it up. Martel, reverse headlock, twisting, trying to go into a neck breaker. And then rips down across the face, across the back, and Divine
finding herself now losing that edge that she had earlier in this championship bout with Sherri Martel. Now, this is the bout that we did not finish last week, showing you the latter part of the outcome of this bout, Martel and Devine, because as Devine takes a tough blast from Martel, there goes Candy, the challenger. Because on this edition of Wild West Wrestling, our main event, Candy Devine and the fabulous Lance team up against Sherri and Iceman King Parson. Here's Devine, and a swat in the back, and out goes Martel. Now that was over the top rope, but the impetus was really created, if you looked at it from a referee's point of view, by Martel after she took the blow, and Martel takes a blow to the back, and she hits the floor of Billy Bob's Texas. And Candy now in the center of the ring as Martel tries to come back and get in the ring in time, but Martel knocked away by Devine, so the count will have to start again. That's the champion. An irritated champion right now, but certainly the champion. Here comes Martel, and again with a nice clip by Candy Devine. Candy got to catapult her. Martel has taken a lot of punishment at the hands of Candy Devine, and again Martel is catapulted back, and the referee goes down. The Herald is in trouble now. Once again, Devine. Got to give her a backbreaker. She got to be able to get the pin here. One. The referee slowly finding his equilibrium. Martel seeking to avoid submitting to this. Manages to get the hand on the rope. There's the break. And Martel comes back. 1, 2, no, not 3. Now it's a pin on the other side, a kick in the head, and Martel is off. Very close to both sides winning this bout. Surfboarding. And Martel screaming in pain as Candy Devine puts the pressure on. As Candy stands in this position with Martel in tow, let me remind you the next bout features an exciting young man from Nigeria, Laddie, the African Tiger, coming up next on Wild West Wrestling against the new spoiler, a magnificent physical specimen, a tremendous amount of talent, and Martel showing her talent coming back now. He's trying to get back in this bout with Candy Devine. Off the rope. Fine drop kick by Martel. And Sherri Martel has an opportunity right now to win this bout. 1, 2, but not enough. Devine rolls her off. And once again, the referee ends up shaking him in. Here's Devine in the corner. Martel trying to punish and win all at the same time now. Sherri ripping and tearing, and Devine pounding in the midsection. A clothesline. Here comes Devine. 1, 2. And again, Martel saves the bout. Using the nearest amount of hair for a little leverage, Candy Devine. Those are the body scissors on Sherri Martel, the champion. Two extremely talented young women, Martel and Devine. Martel, the champion, trying to get the pin here. And it pulls Devine up by the hair of her chinny chin chin. And drops her. Sherri Martel probably has in mind that she's taken a lot of punishment time to dish out some, as Devine has had the momentum until the latter quarter of this bout. Candy, good puncher inside.
Another tremendous clothesline. Martel down again. Candy sensing she's got an opportunity here. Another one. Now on top with the pin. 1, 2, but Martel with the right foot on the bottom rope. And Candy Divine didn't like the slow count, she said. Martel is up again. Divine right after her. Pounding on the inside. That's Martel with a hit. Sliding off. And this time it's Divine who's pounded down. 1, 2, 3, and Sherri Martel picks up the rim, but the foot was on the bottom rope. Let's see if she's going to count that. Nope, he waves it off. It was not a 3 count. Candy Divine had her foot on the bottom rope. So the bout goes on. Now Divine whips Martel into the corner. Flying body slam, but there was no Candy Divine there. Now on top of the pin. 1, 2, and just missed for 3. Another body slam by Candy. Going to the top rope. Young challenger trying for the championship. And she misses on a great move by Martel. So Divine is shaken up. 1, 2, 3. Sherri Martel defends her championship. Still the AWA Women's World Heavyweight Champion, Sherri Martel. Sherri Martel may be retained. Sherri Martel, Candy Divine, AWA Women's World Championship. And it is Sherri Martel being handcuffed by the hair into the ring. Candy Divine ripping the champion as she pulls Martel by the nearest handle. Her hair right back into the battle on Wild West Wrestling's mat. Martel flying here. Candy Divine, the former champion, trying to win it back. 1, 2, but not enough for 3. As Candy goes flying. Candy Divine and Martel battling for the AWA Women's World Championship. Martel owns it. Candy had it. She wants it back. Young lady from Nashville, Tennessee on her back and then holding beautifully on that extended arm lock. And Martel is still in trouble. A chop in the eyes, and Martel does not get the hold broken. Candy Divine slamming, pounding, trying to tear that arm out of its socket as she works on the champion. Trying to force her to submit right now and pick up that championship. But Martel has shown that she's tough and gritty with a good set of bicuspid. She just bit into the leg of Candy Divine. A roll-up very quickly. 1, 2, no, not 3, and Martel did not defend her championship right there, and here comes Candy right back. You're going west, go Wild West. Wild West Wrestling. Coming to you from Billy Bob's, Texas, on the north side, the famous stockyard section of Fort Worth. Billy Bob's. One of the most colorful, exciting entertainment areas in the country. Martel now coming back as she slams Candy into that mat. It's a dive into her head, and Candy Divine suddenly loses the momentum. Martel picks it up. Martel, reverse headlock, twisting, trying to go into a neck breaker. And then rips down across the face, across the back, and Divine finding herself now losing that edge that she had earlier in this championship bout with Sherri Martel. Now this is the bout that we did not finish last week, showing you the latter part of the outcome of this bout, Martel and Divine, because as Divine takes a tough blast from Martel, there goes Candy, the challenger. Because on this edition of Wild West Wrestling, our main event, Candy Divine and the fabulous Lance team up against Sherri and Iceman King Parsons. Here's Divine, and a swat in the back, and out goes Martel. Now that was over the top rope, but the impetus was really created, if you looked at it from a referee's point of view, by Martel after she took the blow, and Martel takes a blow to the back as she hits the floor of Billy Bob's, Texas.
And Candy now in the center of the ring as Martel tries to come back and get in the ring in time. But Martel knocked away by Divine, so the count will have to start again. That's the champion. An irritated champion right now, but certainly the champion. Here comes Martel in again with a nice flip by Candy Divine. Candy got a catapult her. Martel has taken a lot of punishment at the hands of Candy Divine, and again Martel is catapulted back and the referee goes down. The Herald is in trouble now. Once again Divine. Got to give her a backbreaker. She got to be able to get the pin here. One. The referee slowly finding his equilibrium. Martel seeking to avoid submitting to this. Manages to get the hand on the rope. There's the break. And Martel comes back. 1, 2, no, not 3. Now it's a pin on the other side, a kick in the head, and Martel is off. Very close to both sides winning this bout. Surfboarding. And Martel screaming in pain as Candy Divine puts the pressure on. As Candy stands in this position with Martel in tow. Let me remind you the next bout features an exciting young man from Nigeria, Laddie, the African Tiger, coming up next on Wild West Wrestling against the new spoiler, a magnificent physical specimen, a tremendous amount of talent, and Martel showing her talent coming back now. He's trying to get back in this bout with Candy Divine. Off the rope, fine drop kick by Martel. And Sherri Martel has an opportunity right now to win this bout. 1, 2, but not enough. Divine rolls her off. And once again, the referee ends up shaking a bit. There's Divine in the corner. Martel trying to punish and win all at the same time now. Sherri ripping and tearing, and Divine pounding in the midsection. A clothesline. Here comes Divine. 1, 2. And again, Martel saves the bout. Using the nearest amount of hair for a little leverage, Candy Divine. Those are the body scissors on Sherri Martel, the champion. Two extremely talented young women, Martel and Divine. Martel, the champion, trying to get the pin here. And then pulls Divine up by the hair of her chinny chin. And drops her. Sherri Martel probably has in mind that she's taken a lot of punishment time to dish out some, as Divine has had the momentum until the latter quarter of this bout. Candy, good puncher inside. And another tremendous clothesline. Martel down again. Candy sensing she's got an opportunity here. Another one. Now on top with the pin. 1, 2, but Martel with the right foot on the bottom rope. And Candy Divine didn't like the slow count, she said. Martel is up again. Divine right after her. Pounding on the inside. That's Martel with a hit. Sliding off. And this time it's Divine who's pounded down. 1, 2, 3, and Sherri Martel picks up the win, but the foot was on the bottom rope. Let's see if she's going to count that. Nope, he waves it off. It was not a 3 count. Candy Divine had her foot on the bottom rope. So the bout goes on.
Now Divine whips Martel into the corner. Flying body slam, but there was no Candy Divine there. Now on top of the pin. 1, 2, and just missed for 3. Another body slam by Candy. Going to the top rope. Young challenger trying for the championship. And she misses on a great move by Martel. So Divine is shaken up. 1, 2, 3. Sherri Martel defends her championship. Your winner is still the AWA Women's World Heavyweight Champion, Sherri Martel. Sherri Martel may be retaining her championship, but she was Top 5 in the world today. That's right. Internationally, he is a superb. He's a superb athlete, a superb competitor, and a great, great personality. This kind of has a little different outlook at the moment, but that outlook is his own embellishment of that ego that we talked about earlier. It sure is, but you know the ring is full of internationally known people also in that top 5, and I'm talking worldwide. Is the Fabulous Lance. And we're ready to go with the Fabulous Lance, an Iceman who steps away a little bit. Now this all started, remember, this is the feud that will be by itself in the ring Tuesday at Billy Bob's, and here comes Martel. It sure was. You notice that, Bill? Iceman tagged out. He wanted the girls to start. An obvious, he didn't want to start the match with the Fabulous Lance. Well, we're not going to have Iceman against Candy Divine. That's just a little over on me. Candy's not, she doesn't care. She'll come right on. I mean, to see her against Martel, I'm not surprised. She said, come on, Iceman, I'll take it. She's a tough little gal. There's going to be a lot of excitement in this match, Bill. You know, Bill, I came out here. I wanted to say a special congratulations to some folks in the time of economics that we're facing here in Texas. A good friend of mine, Charles Fenolio, and a dedicated group of people in Sanger, Texas, got a charter and opened a new bank. And with all the bank failures we read about worldwide, or at least around the United States, I have to say to them, congratulations. And the community up there is going to be well served, and it's up in my part of the country, and it's a big plus. Well, that's optimistic work on their part, and certainly people who believe in the future of their area. That's great. They have a little bit of that Wild West spirit, going against the grain, and by golly, going forward, and there's a group of dedicated people there as here. There was a great move, John. I hate to be talking when all this action's going on, and there's Iceman kind of got what he deserved. Candy's, Iceman put a shot at Candy and popped his own partner, and then Candy popped the Iceman, so Candy Divine is not one young lady you want to... as they say in this line, mess with Texas, don't mess with Candy. Boy, she's got that Sherri Martel rocking and rolling now. Here comes Candy. Look at the strength of that young lady. She picks her up and body slams her like it was nothing but a little feather. Bang. And Sherri weighs about 130 pounds. That's a strong young lady. Pop. Ooh, and Sherri gave her a mean right to the chest. She's a champion. She knows all of the inside moves. You saw that quick little thumb in the throat? That was nicely hidden by Martel from the referee. Sherri Martel, the champion. Got a little choke across the top rope and then bounce her around. But it'll take more than that to get Candy Divine to either give up or to be in a position to be pinned. Bill, I can't stay out here with you long. I've got to run, but I did want to come by and say hi to you and all the great fans. And look at that Iceman now pulling that hair. That's not the Wild West spirit, but a lot of people out there, a lot of people in the audience have the Wild West spirit, and we're going west, and we're going Wild West. Thank you, Ken. We look forward to a long future and a great future like your bank friend. A successful one. Ken Martel, president of Wild West Wrestling, coming out to talk with us as we watch our main event here on Wild West Wrestling at Billy Bob's, Texas. And we'll be there this Tuesday with more excitement, more thrill. Sherri Martel and Candy Divine. A mixed tag team match. And as you'd say in tennis, mixed doubles. Candy Divine protected by Lance, and then Martel bites the mat. Oh, no, baby. Here's Martel thrown into that corner with Lance. And Candy Divine stays on, the champion. She is pounding away. Lance keeping his distance, gentleman that he is, and Candy Divine doing a job all by herself.
bringing Martel to the center of the ring. You got to give her a little catapult around here. She is very expert at this, and she does. Right on Iceman. Iceman shaking after that one. And here comes Divine right after Martel. Again, this Tuesday at Billy Bob's, Texas, on the north side of Fort Worth in the Stockyards Historic District. As Divine spins Martel off to the opposite corner. But Iceman does not make the tag. He says, look, what the heck, stay out there and battle some. Iceman kind of pulls away, doesn't make the tag again. Martel looking a little puzzled over this one as Candy Divine has pounded around and really given Martel a tough time. Now the Iceman makes the tag, and he comes in, and it'll be Ice and Lance. Now they got Lance to go out. He can't go out yet. Iceman choking on Candy Divine. Well, the referee has to count on Martel. They have to let Divine escape from the champion. He gets again another hair pull. And Iceman is out. Candy Divine extending that arm of Sherri Martel. Telling you about Tuesday at Billy Bob's, Texas. Iceman right over there turning the green trunks, the green tights. And Lance, the fabulous Lance on this side. Their feud roaring, boiling, reaching the explosion point. A no disqualification bout. And that's just the way I'm sure both want it. Wild Bill Irwin in a brawl that to top all brawls with the Mad Dog Buzz Sawyer. Look at a great move by Martel. That leg flip. Solomon Grundy, and they've begun to have the Grundy Mania with a 400-pounder from Pig Knuckles, Kentucky. Grundy meets the Outlaw. 3 girls matches, including one that features girls from Starfine. And all of that tremendous entertainment, excitement, athletic adventure at Billy Bob's, Texas. Economically priced for the family, the kids, and there's a lot of fun and music around it as Lance comes in and takes on Iceman. Ripping into him, though, as Iceman coming right back. And the Iceman with Lance. A miss on the clothesline. Flying body slam, one. And Iceman kicks him off. This is the kind of excitement you'll see Tuesday at Billy Bob's between these two, who have developed a tremendous hatred feud. They'll be there with no disqualification. Tuesday at Billy Bob's. By the way, Tuesday, the tickets at the Rainbow Ticket Outlet and at Billy Bob's, Texas, in Northside, Fort Worth. So when we say go west, go Wild West, we mean right to Billy Bob's on Tuesday. And we'll be going around the West and other parts of the world with the fabulous athletic ability of Wild West Wrestling. That's Lance with a headlock on Iceman. Lance having his hair pulled back by Ice. Trying to break that hold, but Lance holds on. Keeps the pressure on. Puts in more and more muscular pressure on the head of Iceman. While the girls, Candy in one corner, right there Martel, encouraging her partner, Iceman King Parsons. Lance comes up. That's a nice side move. That's a head scissors by Ice. Kicking out is Lance. Right back. Scissors. And Lance comes out of it again. Just a tremendous amount of athletic ability, force, and stamina. Finally, Iceman decides to take a little sanctuary outside the ring. You know, we're talking about great feuds. There's another tremendous feud going on between Hollywood John Tatum and the Missing Link. You don't want to get anywhere in the same building with these two. But they're going to be in our next week's program. A 6-man tag team, the Link
Wild Bill Irwin and Rates against Tatum, Victory, and Outlaw. And Wild Bill Irwin with a twist of his wrestling personality. He's been teaming up with Link. Doesn't have anything good to say about John Tatum or Jack Victory. Wild Bill Irwin battling Buzz Sawyer, Buzzy Man. A little bit of consolation and maybe some tips that Sherri Martel, the champion, giving Iceman. Sherri Martel, the AWA Women's Champion. Now Iceman doesn't want to come in the ring until Lance is all the way across the ring. Lance is so quick. Iceman sliding in very quickly. Our main event on Wild West Wrestling from the colorful, exciting Billy Bob's, Texas. And Lance pounds right in on Iceman, picks it up, keeps the pressure on. Wide drop kick by Lance. And there's Iceman out of the ring again, landing on the railing and being helped by his partner, Sherri Martel, the AWA champion. Oh, Lance really sending Iceman reeling about the ring now. And the ice comes right back in. Just a prelude to Tuesday. Great event between Lance and Iceman. No disqualification this Tuesday at Billy Bob's, Texas. Iceman, as you notice, quickly rolled over, somersaulted over, and tagged Sherri Martel. So Martel and Divine back in the ring now. Martel, the champion, Divine, the former champion, in this mixed tag team main event on Wild West Wrestling. But Candy Divine pounding and pounding on Martel. Knee to the midsection. Miss Divine is tough to reckon with. And Martel may have lost it right there. 1, 2, no. But Sherri Martel's a tough customer. Shiver across the throat. And Candy caught from behind. Evidently Iceman reaching in and pulling her down before she could go over and put the pin on hook out. Here comes Outlaw in. Outlaw coming to the aid of Iceman as Iceman and Lance do battle. An Outlaw in the ring. That'll be a disqualification. As the Outlaw, a partner of Iceman, has suddenly come into the ring. Meanwhile, the battles go on. Candy Divine working on Martel. But meanwhile, the Outlaw and Iceman after Lance. Here comes Solomon Grundy. Grundy and the Outlaw. And Grundy sends the Outlaw reeling. Now Lance has shot Iceman out of the ring. There goes Martel at the hands of Divine. And here are the winners. Lance and Divine as the